皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。韓国旅行3日目の朝になります。1日目と2日目の様子は前編という形で別で動画を上げているので、まだ見てない方ぜひご覧になってください。ということでですね、昨日に引き続き再びアックジョンのヒュンダイ百貨店に向かっております。というのもですね、昨日アクセサリーを買ったんですけど、ネックレス試着する時に自分がつけてたやつそのままお店に置いてきてしまって、それを取りに行ったっていう感じですね。夕方ぐらいに気づいて電話かけたんですけど、なんかうまくつながらなくって、もうとりあえず直接行ったっていう感じなんですけど、無事に見つかって本当に良かったです。さすが、百貨店っていう感じですね。ということで一旦越えたハンガンをまた再び戻りまして、ハンナム駅かなに到着しました。もう11時半とかかな。朝ごはんを食べに行きます。本当はね、もっと早く行けるはずだったんですけど、自業自得ということでお腹はペコペコですが、向かっていきたいと思います。はい、南山タワーですね。これ一回登ってみたいなって思ってるんですけど、結局行かずじまいになっている場所ですね。はい、ということでこちらのお店到着しました。何個か店舗はあるみたいなんですけど、今日の動線的にこちらの店舗を選択しました。メニューどれにするかすごく迷って店員さんにおすすめ聞いたらフルーツボールって言われたんですけど、全然関係ないナッツのやつにしました。このフィグとシャインマスカットは季節のフルーツっていう感じでトッピングしてもらいました。とっても美味しかったです。なんかグリークヨーグルトって結構高いイメージなんですけど、ここのやつは1000円しなくて多分800円とか900円くらいで食べれたので、結構コスパはいいんじゃないかなと思います。お腹も満たされたので散策開始ということで、ハンナムドのエリア無限散歩をしていきたいと思います。これ動画でちゃんと伝わってるかわかんないんですけど、めちゃくちゃ坂道急なんですよね。本当に息切れせざるを得ないっていう感じで頑張って坂道歩きました。この辺やっぱり服屋さんとかカバン屋さんとか雑貨屋さんとかすごくたくさんあるので、ノープランでも楽しめるかなとも思ったんですけど、なんかちょっと心配になってしまったので、一応、行きたいお店適当にピックアップして、そこを中心に動線組んでひたすらぐるぐる回ったっていう感じですね。インスタで調べて出てきたお店がこんな感じなんですけど、本当にお店多すぎていろいろ見すぎて何が欲しいのか分からなくなっちゃって、全然お買い物できなかったんですけど、ちょっと離れたエリア散策してみて、たまたま見つけたお店入ってみたらいいなっていうのがあって、でそしたらね、声かけてきてくれた店員さんが本当にイケメンで、気づいたら無事に購入してたっていう感じですね。なのでこの日買ったのはその1着だけになります。さすがに散策しすぎて疲れたのでコーヒー飲みたいなっていうことで近くにあったカフェに入りました。これちょっとお店の入り口分かりにくかったんですけど、独特な矢印でこっちだよっていう感じで教えてくれてました。これね、お店のドアのところにニコちゃんマークがいて、ちょっとほっこりしたのを覚えてますね。出てくるかな。そうそうそう、これですね。カヤチーズトーストとアイスコーヒーを注文しました。この後ね、ついに友達と合流する予定で鶏間ご飯行こうって言ってたんですけど、ちょっとお腹空きすぎたので、食べちゃったっていう感じ。美味しかったので何でもいいですね。はい。ここからホテルまでバスでも電車でもあんま時間変わらなさそうだったので、ちょっと初めて韓国でバスに乗ってみることにしました。意外と余裕でしたね。階段登ったり降りたりしなくていいので、疲れた体にはバスがちょうど良かったなって思います。はい、ということで無事友達と合流して早速ご飯を食べに来ました。友達がね、ずっとユッケ食べたいって言っててここのお店来たんですけど、私ちょっともう2日連続ユッケ食べてたのでハヌクッパにしました。一応ここクッパ屋さんみたいですね。美味しかったです。ご飯の後カンナムエリアをだいぶ散策して、その後ハンガンに来ました。もちろん目的はハンガンラーメンでございます。はい、セブンイレブンにやってきまして、袋麺を調達しました。たくさん種類置いてあるんですけど、
特に迷わず買いたいものは決まってましたので、これですね。ジンラーメンの辛くない青いやつで、レジのところで器ももらえるし、あと卵もね購入一緒にできるので購入しました。絶対あった方が美味しいと私は思っております。ということで作っていきたいと思います。はい、カップに麺とか火薬とかもろもろ全部入れて、でカップについてるバーコードをピッてやって赤いボタンをピッて押すと始まるはずなんですね。はずなんですけど、なんか全然始まる気配がなくって、何回もバーコードを読み込ませ直したりとかボタンを押し直したりとかしたんですけど、うんともすんとも言わなくって、ちょっと困ってたんですけど、どうやら機械の不具合なのかな、おかしくって、で友達が使ってる台の方でやり直したら無事に動きました。はい、私が悪いわけではなかったので良かったなと思いました。でですね、これ残り1分のタイミングで卵割って入れてねってレジのお兄ちゃんが教えてくれたので、その通りに作りました。これ本当はね、理想は卵が麺の真ん中にポンって乗るっていうのなんですけど、全然端っこに行っちゃって、なんかいい感じの写真とか撮れなくて残念だったんですけど、ひたすら混ぜまくって完成っていう感じですね。でいっぱい椅子があってちょうど空いてたので、ここで食べたいと思います。食べる前にねだいぶたくさん写真を撮ったので、麺はだいぶ伸びておりましたが、気候もめちゃめちゃ良かったので、それも相まってね本当に美味しかったです。ハンガンラーメンってね、なんか雰囲気でより美味しいみたいなところがあって、本当にお気に入りですね。またすぐに行きたいななんて思ってます。イェイイェイ。はい、だいぶお腹がいっぱいになったので、結構ねお散歩したり写真撮ったりして時間を過ごしましてですね、ぼちぼち帰るかっていうことでバスに乗ってハンガンを渡っているところなんですけれども、やっぱりねしょっぱいものを食べたら甘いものが食べたくなるっていうのが人間の心理だと思うんですよね。ということで夜遅くまで開いているお店を探しましてですね、はい、こちらのヨーグルトアイス屋さんに来ました。これホテルの近くにあったので行ってみたんですけど、よく考えたら私朝もヨーグルトギリシャヨーグルト食べてるんですね。今回の旅行はなんか同じようなものを何度も何度も食べていたなっていうような気がします。はい、私はゴールデンキウイのヨーグルトにしました。一応気使ってね低糖質みたいなやつにしてみました。ということで日付変わりまして4日目の朝でございます。友達とねプリンみたいなやつ撮りたくないって言ってたので、朝から写真を撮ってでカフェに来ました。なんだっけなこのお店、ドトリだったかな。安国の方にも確かお店があって、そっちが結構人気店っていう感じで混雑してるかと思うんですけど、これは43店の方で中めちゃめちゃ空いてました。でね、これパンとかケーキとかめちゃくちゃ可愛くないですか。もう本当に全部食べたいっていう感じ、目が欲しがっちゃって、本当にどれにするか友達とめちゃくちゃ迷ったんですけど、選んだものはトリュフ塩パンだったかなと、なんかカヌレのやつと味は忘れました。あとどんぐりのマフィンとまたまたギリシャヨーグルトということで美味しくいただきました。その後ミョンドンに移動して、オリアンで爆買いですね。ちょうどこの日からなんかセールみたいなのが始まってたのでたくさん買わせていただきまして、でその後、チーズタッカルビまた、ね、ご飯食べてますけど食べました。お店はよく知りません。全くリサーチしてなくって、たまたま目に入ったお店にこう吸い寄せられていって食べたっていう感じですね。なんかチーズタッカルビ日本でもあんまり食べたこと1回ぐらいしかなかったので久々だったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったので良かったです。はい、ということで
四三駅の方に戻ってきました。もうあれ正面が多分私が泊まってたホテルですね。もうね帰らなきゃいけない時間が迫ってるんですね。で直通列車ってあれ40分とか50分に1本くらいじゃないですか。だからどの電車にするってめちゃくちゃ話し合って、結局一番ギリギリのやつにしようって、最後まで満喫しようっていう話になったんですけど、その時間すらもギリギリになっちゃって、急いで帰ってきて、急いでホテルで買ったものパッキングして、急いでソウル駅に向かっているところです。こんな感じでホテルねめっちゃ綺麗だったから1階のところ動画撮ってるんですけど、正直ねそんな場合じゃないんですね。でもせっかくだから撮りました。でね撮ってたらそうこのドア止まっちゃったんですよ。すぐ動き出したから良かったんですけれども、そんなこんなでダッシュでソウル駅に向かいましたらですね、まさかの直通列車チケット売り切れてて乗れなかったんですね。でどうしようと思って次の電車のやつ買おうかと思ったんですけど、普通列車で次に来るやつに乗った方が早く空港に着くということが分かって、無事間に合いました。良かったですね。帰りの飛行機が友達と別でターミナルも違かったので、ここから再び一人旅っていう感じになってます。帰るだけなんですけどね。でキオスクだっけで免税のレシートピッピッピってやって出国して、でお金返してもらうところに行きました。4万ウォンくらい返ってきた気がします。だいぶお買い物したなと思ってちょっとビビりましたけど。でその後コンビニに行って、確か出国した後のゲート2つあるんですよね。 CU と GS でもどっちも端っこの方にあって、ちょっと行くのめんどくさいなって思ったんですけど、バナナウユとかビオットとか買いたいなと思って行きました。でその後スタバですね。韓国でしか買えないやつ飲みたいなと思って、バニラクリームコールドブリューかな、それを買って、全然お腹空いてないんですけどでまた芦穴のラウンジに行って置いてあったカップ麺を取りまして、今度はジンラーメンが辛いやつですね。BTS のジンくんが映っておりましたけど、あんまり韓国というか芦穴のラウンジフードがなくって多くなくって、でカップ麺が3、4種類くらい置いてありました。名物っぽい感じがしてお腹空いてないけどラーメンを食べました。ラーメンとスタバのコラボってやばいなって個人的に思ってるんですけど、たまにやっちゃうんですよね。これ至福の時間っていう感じで楽しませていただきました。ということで、この夕焼けがいい感じの時間に帰りの飛行機に乗り込んでいきます。確かこの帰りのフライトはインチョン6時半発の成田9時着だったかなと思います。夏の時期マジでこの時間の夕焼け本当に綺麗なので、ぜひ皆さんに乗ってみてほしいなと思います。帰りのね飛行機でもちゃんとコチュジャンを味わわせていただきまして、これにて韓国ほぼ一人旅終了でございます。本当にめちゃくちゃ楽しかった。行ってよかったなと思いました。ということで皆さんご視聴本当にありがとうございました。またね別のところ行った時の動画あげたいなと思ってますので、また見に来てください。お願いします。じゃあさようなら、バイバイ。